いや、こんにちは、トバログです。いや、皆さん見てください。マップカメラからちょっとした小包みが届きました。今日はですね、シグマ BF の発売日っていうところで、なんと発売日にこのカメラ手元に届いた感じですね。いや、これはめちゃくちゃ嬉しい。ちょっと前にもね、動画で紹介していて、絶対に買うぞっていう風に決めていたカメラなんですけど、ちょっとね、発売日の予約注文の段階で若干出遅れちゃったんですよね。ポップアップとかやっていて、その後にねポチったので、これはもう1年ぐらい待つかなみたいな覚悟だったんですけど、発売日に届きました。めちゃくちゃ嬉しいです。というわけで早速開封していこうと思います。はい、というわけで届きました。うわ、めっちゃ嬉しいんだけど、これシグマ BF カメラシグマって書いてあります。これはもうブランドがね刷新された新しいフォントと、ロゴがねここにカラ押し、違うかなんかちょっとカラ押しっぽい感じで刻印されてます。いいですね、この N 式額縁層。今回はこの本体と、あとはねこのレンズですね、コンテンポラリ 35F2 の DG レンズを購入しています。いや、ちょっと楽しみなんだけど、めっちゃやっぱね、開封の儀からガジェットってワクワクしたいから、こういうなんかこだわりの包装ってめっちゃ好きです。はい、なんとまずはシグマ会津ジャパンって書いてあります。会津で全てね金属切削されていて作られているみたいなので、会津ですね。会津ブランドで、良い。ちゃんとこのなんだろう、布じゃなくてポリエステルみたいなナイロン素材の袋で覆われていて、こっちがバッテリーかな。まずは本体から開けていきます。うわー、ずっしりしますね。このサイズ感、このサイズやっぱこう手元に届いてみるとめっちゃちっちゃい感じするんだけど、なんかこのちょっとアウトドアっぽい素材の袋に入っていて、これ開けるのちょっと怖いな。よいしょよいしょ。うわ、出ました。いや、これはかっこいいわ。これですからね。これカメラのボディとは思えない、このなんか建築物を超コンパクトにして見ているかのようなこの造形。いや、めっちゃおしゃれだし、この液晶ディスプレイを覆っているフィルムもライトグレーなんだけど最高です。いや、かっこいいな。なんかカメラとかじゃなくて、なんか違う、ほんとちっちゃい建築物みたいな感じですね。なんか印象としてはもう表現難しいんですけど、少なくともカメラではないかなみたいな。じゃあここをパカッと開けると、はい、紛れもなくフルサイズのセンサーが備わっていてカメラっていうところですね。いや、このレンズキャップもすごいですよ。この重厚感もあるし、この滑らかですっとねこう入っていく、このスッみたいなカチッスッカチッみたいな、ここがかっこよすぎる。いや、これはいいですね。はい、っていうね入りからいろいろ入ってるんですが、そもそもこのシグマ BF ってどういうカメラかっていうと、ジャンルとしては普通にフルサイズミラーレスですね。有効画素数2460万画素で電子シャッターを搭載するカメラです。この前にもねシグマは FP っていうカメラを出していて、そっちもねもっとギュッとコンパクトで武骨なデザインで、それはそれでかっこいいんですけど、それとちょっと別軸なのかな。若干ベクトルは違うんですが、一応後継機的な感じのカメラというところです。シグマ FP はね結構いろいろなモジュールをつけてどんどん拡張していく、こうね足し算の形のカメラな印象に対して、シグマ BF は本当に金属を切削してそのままもうタイプ C、USB-C のポートがあったり、あと下はねバッテリーを入れるところだったり、あとはもう画面の部分もねこれちょっと外しちゃうんですが、すごくこう破けちゃった。すごくこうよいしょ、なんかこうミニマルな
カメラ、ミニマルを形にしたらこうなるんじゃないかっていう感じのカメラとなっています。なので FP の後継機みたいなイメージではあったんですけど、最初はなんかあらゆるところで本当に日常の、リコー GR とか富士フイルムの X106 とか、そういうジャンルのカメラの中でもう本当に引き算をしまくってたどり着いたカメラっていう印象ですかね。はい、いやめちゃくちゃかっこよくて、本当テンション上がって、うわこれ最高とか言いたい感じなんですけど、あまりにもなんか工芸品感がありすぎて、ちょっとこの動画の語り口がトーンがねなんか緩やかになってる気がします。ちょっと美術館の中で話してるかのようなちょっとしたねささやき声とスローなトークスタイルでお送りしちゃってる気はするんですけども、このカメラ何がそんなに魅力的だったかっていうと、やっぱこのミニマルな造形っていうところですね。さっきから話しているんですけども、これ全て金属切削でボディは作られています。そのねこのアルミのボコッとしたレンガみたいなブロックから1台7時間かけてウィーンっていろいろな方向からねこう切削する機械を導入して、それでね1台ずつ会津の工場でしっかり削り出されているわけですね。で削り出したボディの中に機械をねこうなんかペットボトルに船とか入って瓶に船とか入ってるやつあるじゃないですか。あれみたいにこう一個一個パーツを乗せていって、それでね完成するっていうすごく手間のかかる、作り方をしているそうです。なかなかそういうことするメーカーっていないというか、日本だと本当にあんまりそういうの聞いたことがなかったんですけど、これをね結構シグマっていう大きい会社がやってきてるっていうのが面白いなと思いますね。ボディはこっち側はねさらりとしたマットな質感なんですが、ここはねなんかこうギザギザのちょっとしたエンボス加工みたいになっていて、滑り止めとデザイン性をこのツートンでねなんか両立している印象がありますね。手が当たるところはこういう風にねなだらかな傾斜を描いていたりとか、あとはこっち側にこのサムレストというか指を置く部分があって、でこっちにも傾斜を描いているので、見た目ほど持った印象は硬くないかなっていうのがいろいろなところで言われているところですね。確かにこの形だと持ちづらそうだけど、ザラザラの加工とあとサムレストとここのなんか軸でしっかり持つことで、このレンズが長かったとしても持ちやすいっていう、そういう風に言われていますね。ちなみに僕はシグマ BF 的な位置でいつも持ち歩いてたカメラでいうと、結構ねライカ TL2 っていうこちらも同じ L マウントを搭載したカメラなんですが、これはねこれもやっぱすごくかっこいいじゃないですか。こんな感じでこの緩やかな、これも金属切削で職人が40分以上かけてねこう磨いている鈍い光沢感のあるこのカメラなんですけど、でこっちはね全面こういう感じのディスプレイになっていて、これをねこうスッと操作しながら撮影していくっていうこの感じのカメラなんですけど、これ自体発売されたのが結構前なんですね。ライカもねこの TL2 っていうシリーズで実質、生産終了しちゃっていて、今はねライカ Q3 とか、そういうなんだろうな、ライカのちょっとクラシックでなんか高級感のある質感の方向に舵を切っちゃっている気がして、もうこういうカメラ生まれないんじゃないかなっていうのは思ってたところだったんで、シグマがねフルサイズセンサーを搭載して最新の処理能力とセンサーを備えて近しいカメラを出してくれたっていうのはめちゃくちゃもうこのミニマルカメラ同好会的にはめっちゃ嬉しいポイントです。しかも日本メーカーだからな。シグマ BF はフルサイズセンサーで、ライカ TL2 は APS-C っていうほぼ同じサイズの筐体なのにセンサーがこんだけ違うっていうのは技術の進歩を感じる気がします。ほぼほぼ同じような感じですね。このまま喋るのもあれなんでちょっと電源入れていこうと思います。バッテリーはめっちゃコンパクトですね。すごいなんか単三電池を一回り大きくしたかのような感じで、これをスッと入れて 0% です。 0% になってる。今ねちょっと充電してるんですけど、充電が 0% になってるってことは相当前から準備されてたんじゃないかなっていう気がします。はい、今ちょっと充電中なのでこの辺のなんか説明書でも見ようかなと思ったんですけど、説明書の質感もこれなんか和紙みたいな
なんかすごいこだわりのある紙で作られてると思います。いやこれすごいな。これなんかちょっとね本とか作ってみてわかるんですけど、こういうのをちゃんと揃えようとするとかなり莫大な手間とお金がかかるんですよね。この辺をしっかりやっているっていうところはやっぱすごい執念というか、これはねシグマのブランドを本当に世界的に広めていくぞっていう執念みたいなのを感じますね。この箱といいかっこいいわ。ちなみに今充電中なので余談を重ねるんですが、シグマをリブランディングした会社がこれストックホルムデザインラボっていうスウェーデンのね会社がやっているみたいです。デザインを本当に戦略的なところからどういうアプローチをしていくかとか、そういうね戦略を練ってそれをデザインに落とし込むみたいな会社らしいんですけど、あんまりね僕詳しくなかったのでどういうものなのかちょっとね本を取り寄せてみました。これアスクルなんですよね。電池、このアスクルとかなんか IKEA とかサムスンとかあらゆるグローバル企業のリブランディングを手掛けている会社みたいですね。どんな感じなんだろう。国内の事例とかだとやっぱアスクルがねすごく出てくる印象なんですけど、アスクルもこうやってプライベートブランドの箱とかパッケージみたいなところとか、こういうねビジュアルみたいなところまでいろいろなところをリブランディングされているみたいです。すごい。確かに言われてみればなんかアスクルのやつかっこいいからアスクルで買うんだよねみたいな、前会社の先輩が言ってた気がするんですけど、確かにこうやって並べられてみるとめちゃくちゃその感じわかる気がする。すごい色別とかでジャンルとサイズとかがパッと一目でわかるっていうのはめちゃくちゃかっこいいですね。その辺は結構このシグマもそうなんですけど、シグマの場合も箱がこんな感じでそれぞれ色別にすごいかっこいいスタイルになってるんですよ。もちろんシグマのこのトーンに合わせてくすんだなんかね日本の昔からある色みたいなところを意識されているとは思うんですけど、ボディとかカメラ自体はねこういうブラックなんですが、レンズのコンテンポラリーシリーズはこのグリーン系だったり、あとアートシリーズとかスポーツシリーズとかでそれぞれね結構パッケージの色が全然違うんですね。アクセサリーとかその辺も含めてやっぱすごい憧れですね。かっこいいなと思います。そういうところもやっぱ本体のかっこよさもそうなんですけど、このブランドとしてなんかいいなと思わせてくれるところがやっぱり今回シグマ BF はすごい話題になったと思うし、僕自身もね欲しいなって思ったところですっていうね余談を充電しながらなんで置いてみたんですが、レンズも開封してみようと思います。僕は 35mm のレンズが自分の中で標準なので 35mm の F2 のレンズですね。じゃん。すごっ。レンズも同じなんだこれ。かっこよ。なんかスノーピークのようなリップストップナイロンでできていて、すごい軽いけどちゃんと丈夫っていうこのなんかシグマ味を感じる気がしますね。なんか言われていくと。でカポッといいわこれすごい。いやこの削り出しっぽい雰囲気でちゃんとこう塗装というかなんていうんだっけこれちゃんと錆びないように処理がされていて、この質感かっこいいですね。さすがにキャップとかその辺はプラスチックではあるんですけど、いやこの筐体の色よく出してくれたなっていうのがめちゃ嬉しいポイントです。でレンズフードもいい音です。レンズ自体はこんな感じですね。ちゃんと光沢感のある部分とこの辺かっこいいな。個人的にやっぱちょっと気になるのがここのねパーツはちゃんとホワイトなのに、ここの AF と MF のところだけ黒なんですよね。ここは若干こう気になるなっていうところではあります。ここも色が白とかだったら最高なんですけど、何か事情があったのかなっていう、こことここを合わせるとか。レンズに関してもシグマはね今回9種類のレンズをこのシルバーとブラックでしっかり刷新しています。
これって結構すごいことだなと思ってて、今までシルバーのレンズとかって本当にごく一部のシリーズとかちょっとだけのものでしかね、作られなかったりって結構あったと思うんですよね。逆にライカとか、あとフォクトレンダーとかあの辺とかだとちゃんとブラックとシルバー用意されてたりするんですけど、国内のこういう現行機種っぽいような機能性を追い求めていくようなものとかだと結構ねブラックなもの一択で、ちょっとしたズームとかよく使う焦点距離だけシルバーがあるというスタイルだったと思うんですが、シグマは9種類バンと一気に出しています。ロードマップとかじゃなくて一気に出しているっていうのが、これはめちゃくちゃすごいです。結構最近ねルミックスの S9 とかもホワイトとシルバー系のモデルがあったり、ライカもさっき紹介したライカ TL があったり、ソニーとかもね白系のボディを結構出している印象があるんですけど、シグマのこのシルバーのレンズの登場によってめちゃくちゃ幅が広がった気がします。カメラの色選びの、僕の中でやっぱシルバーとか白がすごい好きなので本当にありがたいですね。これはこれからね 90mm とかそういうのも揃えていきたいんですけど、とりあえず一番よく使うであろう 35mm を抑えています。はい、ちょっと充電が 10% ぐらい完了したので装着してみようかな、レンズを。いやワクワクですねこれ。ちょっとレンズをね装着してみます。おーすごすごいですね。完成されてる感がめちゃくちゃあるんだけど、これはいレンズをつけるとこんな感じですね。なんか手に持った感じとかこの辺にぶら下げたらめっちゃかっこいい気がする。これは持ち歩くのが楽しみです。でちょっと電源を入れてみます。おいいシグマのロゴ。ここでね選択していく感じですね。いろんな言語が使われていて、なるほど、この辺でもう時刻とかを選んでいくんだ。もうこれで撮り始められますね。でこのメニューとか操作方法とかに関しては、前にもねちょっと動画で撮っているのと、あんまりこのチュートリアルやりすぎると長くなっちゃうんではしょるんですけど、ここのねカチカチって実際にね押している感覚があるんですけど、これ実は押していなくてハプティックセンサーって言ってね、なんか電子的に押している感覚を再現してくれるモジュールみたいなのが入っています。MacBook のねこのトラックパッドとかまさにそういう感じなんですけど、これをグッて押すと中でねバイブレーションがブッて稼働して、本当にあたかも押しているような感覚を再現してくれるっていう。でこのセンサーを作っているのは京セラだそうです。でこれねまだ使い始めてないのでそんなに詳しくは語れないんですけど、面白いなと思ったのが、これタッチするとこのタッチちょっとタッチするだけで一瞬メニューが表示されるみたいな。でグッと押し込むとしっかりメニューになるみたいな、この2段階のなんか使い分けができる感じがしていて、で今ねちょっと1枚撮ってみたんですけど、この再生ボタンもグッと押し込むとずっとこれが映っている。でちょっと押し込むと一瞬だけ表示されるみたいな、そういう使い分けができる形で、これは面白いです。いいわ。もうなんかこのトワログでひたすら眺めるだけの動画を作りたいぐらい見た目がめちゃくちゃいいんだけど、これなんかちょっと新しいんだけど全部シルバーだとなんか懐かしい気がする。今あんまりシルバーのカメラってないけど、前のコンデジとか結構こんな雰囲気でしたよね。逆に新しいけどなんか懐かしいみたいな。実際にねこれからいろいろと撮っていこうとは思うんですが、合わせるレンズですよね。レンズに関しては僕はこの一旦ねシグマ 35mm を1本買っているんですが、実は L マウントアライアンスなので、例えばこのライカ TL2 につけているこのレンズだったりとか、あとはこれもねライカのやつなんですけど、ライカの M マウントを L マウントで使うためのねモジュール、これもシルバーが展開されていて、こういうね M マウントで普段僕が使っているエルマリートのレンズとかズミクロンとか、この辺も使えるんですよ。これがね純正の中では一番ベストだと思うんですけど、僕個人的にはこれなんじゃないかなって思っていて、ベストレンズこれ APS-C なんですけど、換算 27mm ぐらいで撮れるエルマリート
TL18mm のこの APS-C のレンズなんですが、これめちゃくちゃ合うんじゃないかなっていうのをずっと気になってたんですよ。でつけてみると、お、やばいです。結構コンデジ、もうこれで実際ちゃんと APS-C にクロップしてくれてる。めちゃ嬉しい。これクロップされてないとこの辺がね蹴られて、後でなんか画像処理とかを自分でクロップしなきゃいけないんですけど、自動的にされてることによってこのまんま使える。いやこれはやばいです。正直めちゃくちゃ、もうこのセットアップを最初から、使ってみたいなと思ってたのもあってね、このシルバーですね。いやこれはめっちゃいいわ。これで言うと同じ L マウントだから、これで 50mm、 うわかっこよ。これもこれでめっちゃかっこいいんですけど、これでね 50mm、 これ35なんで換算 50mm の APS-C のレンズとしても使えるっていう。うわやば、この組み合わせも相当最高です。で普段持ち歩くとどのぐらいの重さになるかっていうと、よいしょ、524g、 戻っちゃった。 520g で使えます、このセットアップ。これは BF シルバーユーザーにはいいんじゃないでしょうか。ちょっとねどんな感じで撮れるかは後でちょっと検証していこうかなと思うんですけど、これはちょっとね王道な気がしますね、このセットアップで。あとはズミルックスみたいなライカのレンズとかもこんな感じで使えます。かっこよ。でこれはねフルサイズなので、そのままこのシグマのセンサーで、楽しめるって感じですね。いいわ。早速ね持ち歩いていくんですが、やっぱストラップが欲しいっていうところで、じゃんとこれオブジェクツ IO の市川渚さんっていう人がオブジェクツ IO とコラボして作ったカメラストラップなんですけど、これがものすごく合うんじゃないかなと思って購入してます。あらかじめ購入していて、これをねこうやってつけてみようと思います。シグマ BF はねハンドストラップをつける形になるので、よいしょ。なんかめっちゃいいかもこれ。うわー、これ完成されてしまった。トバログのシグマ BF が完成されてしまいました。この革のこれいいんですよね。この質感がサラサラで、見た目はね細いんだけど柔らかさがあって、これすごく持ちやすいんですけど、これとシグマ BF のこのスタイル完成です。いやいいわ。これで持ちながらパシャッと写真を撮って、そのままギリギリジャケットのポケットに入るぐらいなので、これはねポケットに入れて使っていきたい。でこれもやっぱめちゃくちゃかっこいいです。この感じいいわ。ちょっとねこの 35mm のレンズとか、ライカのレンズもいろいろ使っていきたいんですけど、個人的にはこのスタイルめっちゃいいんじゃないかっていうのがあるので、ちょっとねこれで取り歩いてみようかなと思います。持ち出しました。いやこのサイズ感めっちゃ軽くていい感じです。ストラップをこうしていけます。持ち運びは基本ハーフデイパックで、この中にこの白馬のクッションケースみたいなのを入れてて、これにこんな感じでレンズ入れてます。この組み合わせ結構一番使ってるかも。で 35mm の F2 とズミルックスもそれぞれ持ってきてます。で結構いいのが、これもそのままここに入るんで、手ぶらで持ち歩いてどっかに着いたら取り出すみたいなことがしやすい。はい、という感じで、本当にねちょっとした時間だったんですけど、散歩がてらね街を取り歩いてみました。いや
なんかね面白いですね。これなんかカメラは結構いろいろ使うので操作性はねある程度なんか分かってるつもりなんですけど、なんかちょっと違う癖のある操作性かなと感じました。なんか結構こうマニュアルでがっつりね追い込む設定を追い込んで撮るっていうよりかは、基本何かしらをオートにしておいて、でそれでね明るさ調整みたいなので、ほぼほぼこう自動でパシャッと撮るような、それで構図をね考えて撮るとか、そういう使い方が、めっちゃ楽しいカメラなのかなと思います。でかつやっぱ持ち歩いててもすごく楽しいですね。サイズ感もこの感じなので、本当にこうやってねふらりとこうやってね持ち歩きながら、本当にね持ち歩く時はハーフデイパックとかに入れてもいいし、なんかこう小脇に抱えてね、こう街を歩いて気になったシーンがあったらこうパシャッと撮るみたいな、そういう使い方がすごくしやすいんじゃないかなと思います。であと本当にね触っただけなんですけど、使って楽しいのがカームとか、なんかブルーな感じで撮れるなんかプリセットみたいなやつですよね。昔コンデジ使ってた時こういうの使ってたなって感じなんですけど、そういうなんか気軽に色の変化とかをリアルタイムでここはこのカームで撮ろうかなとか、ここはモノクロで撮ろうかなとか、そういうね使い方が結構できそうで、その辺がすごい楽しみです。いやー、何よりやっぱ所有感ですよね。この金属の塊を持ち歩くという楽しさがこのカメラにはあるんじゃないかなと思います。というわけでまだ本当にね使い込んだわけではないので、簡単なファーストインプレッションだったんですけど、こんな感じで動画終わりにしようと思います。これからいろいろねこのカメラで撮った作例みたいなのとか、実際に使ってどうだったかとかも動画にしていこうと思うので、ぜひチェックしてみてください。そしてチャンネル登録もお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。トワログでした。